陸流ロス、まだ見たかった。でも二人が残してくれた最高の贈り物。陸流が現役を引退する。この言葉を頭では分かっていても心がまだ追いつかない方も多いのではないでしょうか。ミラノコルティナオリンピックで日本ペア史上初の金メダルを掴んだ三浦璃来選手、木原龍一選手。最高の景色を見せてくれて、最高の笑顔を見せてくれて、そして競技会のリンクから離れていく。寂しい。まだ見たかった。ありがとうと言いたい。でも、このロスはただの寂しさではなく、これからも二人を応援していける新しい入り口の始まりです。この動画では、陸流ロスの今だからこそ、二人が私たちに残してくれたものをほっこり振り返りながら、これから私たちがまた応援できる新しい希望にも目を向けていきます。第1章、まだ見たかったと思わせるペアだった。陸流の引退にこれほど胸がギュッとなるのはただ強かったからではありません。もちろん、オリンピック金メダルは歴史的な快挙です。日本のペアスケートにとって長い長い時間をかけても届かなかった場所に二人はついにたどり着きました。でも私たちが今感じている寂しさはメダルの色だけでは説明できません。リンクに出てきた瞬間のあの柔らかい空気、二人で顔を見合わせる時の安心感、演技が終わった後、ほっとしたように笑う表情、そしてうまくいった時も苦しい時もどちらか一人だけが前に出るのではなく、いつも二人で受け止めていた姿。陸流は記録を残したペアであると同時に、見ている側の心を温めてくれるペアでした。だからこそ、私たちは思ってしまうのです。もう少し見たかった。もうワンシーズンだけでも見たかった。次はどんなプログラムを滑るのか、まだまだ楽しみにしていたかった。この、まだ見たかったという気持ちこそ、陸流が本当に愛されていた証なのだと思います。第2章、陸ちゃんの笑顔と龍一くんの安心感。陸流の魅力を言葉にしようとすると、やはり外せないのが、三浦璃来選手の笑顔と木原龍一選手の安心感です。三浦璃来さんの笑顔には不思議な力がありました。大舞台でも、緊張の場面でも、ふっと空気を明るくする。もちろん、その裏には、ものすごい覚悟と努力があります。でも、画面越しに見ている私たちには、その笑顔が、まるで、大丈夫と言ってくれているように感じられました。一方で、木原龍一さんには、ペア全体を包み込むような安心感がありました。リフトで支える腕、演技後に見せる表情、陸ちゃんを見守る視線。そこには、競技者としての強さだけでなく、相手を大切にする人柄が滲んでいました。陸流を見ていると、ペアスケートは単に二人で滑る競技ではないと感じます。相手を信じること、相手に任せること、自分も任されること。その信頼が演技の中にも演技以外の一瞬にも自然と溢れていました。第3章、最後に金メダルを置いていった奇跡。そして、陸流は最後の大舞台で金メダルをつかみました。しかも、すべてが順調な道のりだったわけではありません。ショートで思うようにいかなかった後でも、そこから立て直し、フリーで最高の演技へつなげていく。その姿は、まさに、陸流の歴史、そのものでした。完璧だから愛されたのではない。失敗しないから応援されたのでもない。うまくいかない時があっても、二人で戻ってくる。苦しい場面でも、最後まで諦めない。その姿に、私たちは何度も心を動かされてきました。金メダルは、結果としての栄光です。でも、その金メダルの奥には、怪我や不安、長い練習、信頼の積み重ね、そして何より、二人で進み続けた時間がありました。だからこそ、あの金メダルは、ただの勝利ではありません。陸流が私たちに残してくれた最高の贈り物だったのだと思います。
第4章、寂しさの正体は、愛された証。今、陸流ロスを感じている方は、きっとたくさんいると思います。競技会で、2人の名前が呼ばれること。リンク中央で、構える姿。演技後に、笑い合う姿。得点を待つ、キス&クライの時間。そうした一つ一つが、もう競技の場では見られないのかと思うと、やはり寂しいです。でも、その寂しさは、決して悪いものではありません。それだけ二人の時間を、一緒に見てきたということ。それだけ二人の演技に、心を預けてきたということ。それだけ、陸流が私たちの毎日の中に、温かい場所を作ってくれていたということです。ロスになるほど好きだった。寂しくなるほど応援していた。そう思えるペアに出会えたこと自体が、とても幸せなことなのかもしれません。終わりの始まり、ありがとう。そして第2章へ。陸流は、競技会のリンクからは離れます。でも、二人が残してくれたものは、消えません。日本のペアスケートにも、世界で戦える未来があること。支え合う強さが、人の心を動かすこと。そして、どんなに苦しい場面でも、最後まで諦めなければ、物語は変えられること。陸流が教えてくれたものは、金メダル以上に大きかったのかもしれません。まだ見たかった。でも、ありがとう。この寂しさも、感謝も、きっと全部まとめて、陸流がくれた宝物です。競技人生に区切りをつけた二人のこれからに、心からの拍手を送りたいと思います。でも、陸流ロスの皆さん、寂しがるだけで終わらなくても、大丈夫です。なぜなら、これから私たちは、日本で二人の滑りに出会えるチャンスが、これまで以上に増えていくかもしれないからです。現役時代の陸流は、練習拠点がカナダだったこともあり、日本で二人の演技を直接見られる機会は、決して多くありませんでした。だからこそ、試合やアイスショーで日本に戻ってくるたびに、その一回一回がとても貴重で、特別な時間でした。でも、これからは違います。競技会のリンクからは離れても、プロスケーターとして歩み続けるなら、二人の演技は、また新しい形で私たちの前に届いていきます。日本各地のアイスショー、テレビやメディアでの出演、ペアスケートの魅力を伝える活動、そして、次の世代へバトンを渡していく普及や指導の場、世界を制した、あの息の合った演技、見ているだけで心がほどける、あの二人の空気感、それが今度は、競技の点数や順位を超えて、もっと自由に、もっと近くで、私たちの前に花開いていくことでしょう。そう考えると、今回の引退は、ただの終わりではありません。競技者としての陸流から、プロとして、そして日本のペアスケートの未来を照らす存在としての陸流へ、新しい物語の幕開けでもあります。まだ見たかった。でも、また応援できる。この二つの気持ちは、きっと同時にあっていいのだと思います。陸流がくれた感動を胸に、そして、これから始まる第2章に期待しながら、私たちもまた、二人の新しい歩みを見守っていきましょう。陸流、本当に、ありがとうございました。そして、ここから始まる第2章も、私たちは変わらず見守っていきます。いいねと、チャンネル登録をいただけると、次回の動画の通知が届きますので、ぜひお願いいたします。また、メンバーシップでは、一般公開前の先行視聴や、月1のラッキーカラー占いなどの特典もご用意しています。よかったら、陸流とともに、このチャンネルも応援いただけると嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。